from my window. Sun's coming up like the day before. はい、どうも皆さんこんばんは。ですね、娘をお迎えに行く前に、今夜のディナーは、娘のリクエストでローストチキンを作ろうかと思います。去年YouTube の方でねご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、クリスマスに丸鶏のローストチキンを、また噛んですいません、丸鶏のローストチキンを作り方をパパ友に教えてもらって、レシピの方とかもピーズキッチンの YouTube に載せたんですけど、そこからね娘がすごくローストチキンが大好きになりまして、すごい食べたいって定期的にリクエストがあるもので、毎回丸鶏だとなかなか大変なので、普通のね鶏肉のお肉で作れるようにとちょっとレシピを改良して、ちょくちょく作っております。で、使うお肉はこちらのももと胸と両方で今日は作っていこうかなと思います。で、まずはじゃがいもとさつまいもと人参とかを茹でていくんですけど、ちょっとお肉は冷蔵庫から出して室温に置いておきます。そうそう、お料理を始める前に今私が着てるニットカーディガン、この間ねインスタライブの時にも着てたんですけど、そしたら結構どこのカーディガンですかってご質問をたくさんいただいたので、今ね私が着ているこのニットカーディガンはリリーシルクのものです。これめっちゃ可愛くないですか？なんかこのオーバーサイズのサイズ感もデザインもすごい可愛いし、素材がウールとカシミヤでできてるのですっごくあったかいです。で、私とっても寒がりなのでこちらのカーディガン本当に着心地が良くて、もう毎日着ちゃってるぐらいお気に入りです。気になってる方結構いらっしゃったみたいなので、よろしければリリーシルクの公式サイト見てみてください。そしてさつまいもはね、なんか絶対皮付きのまま食べた方がいいらしいですよ。なんかヤラピンとかいう成分が皮に含まれてて、それがすごくいいそうです。で、このなんかちょっと微妙にね残ったこの芽を取った部分とか、今回皮むいてないんですけど、皮とかもちょっと取っといて、今私コンポストをしてるんですよ。で、コンポストに入れるように野菜くずとか食べ残しとかは取っておいて、コンポストに入れて土にしていってる感じです。この人参すごい断面も綺麗。じゃがいもとさつまいも、お芋たちを茹でてます。で、これで5分ぐらいしたら、ちょっと茹でてる途中で人参を入れます。お芋といえばね、こちらで焼き芋を作ったので今冷ましております。開けっぱなしです。そしてその間に他の野菜を切ります。セロリちゃん、そしたら人参投入で、またあと3分ぐらいかな。ローストチキンってなんかすごい見た目が立派なごちそうなんですけど、こうやってね野菜を切るだけだし、茹でるのもこのお芋たちだけなので本当に簡単なんですよね。で、あとオイルと塩コショウでなじませておくだけでとっても美味しく出来上がるので、焼きながらもうお迎えとかも行って、お迎えから帰ってきたらもうできてるみたいな感じなので、本当に忙しいお母さんたちには本当におすすめです。これで、なんかお肉ドーンって感じなので、もう子供もすごく喜びますよ。すごいいい香り、花盛りですね、ローズマリーが。で、鶏肉は余分な脂肪をちょっと取っていきたい。手間なんですけどね。で、ちょっと皮に少しこうやって切り込みを入れます。ちょっとでいいんですけど。はい。で、これで具材の準備ができましたらば、そしてこの用意した具材にねオリーブオイルと塩コショウを絡めていきます。オリーブオイルです。お肉、そしてお肉にもオイルと塩コショウ、このぐらいで
はい、ではこんな感じで用意ができましたので焼きます。美味しくなってね。できた。ママ読んでみて。うん。ももちゃんビッグラブ天使みたい。かわいい。大おー、素敵な手紙。ももちゃん喜ぶよきっと。美味しそう。肉汁たっぷり。すごい皮パリパリ、最高。美味しそう。よし、完成。食べましょう。あまちゃんご飯よ。おいで。はい、夕ご飯出来上がりました。あまちゃんリクエストのローストチキン美味しそう。イエーイ。グレービーソース付き。やったね。グッド。いただきましょう。そしてお野菜てんこ盛りだね、今日もね。うん。お野菜ご飯。じゃあいただきます。いただきます。ちゃんと味がすごく染みてる。美味しいね、あまちゃん。うん。これは。皮もパリパリ。今60歳でおばあちゃんでしょ。まあ今40歳だからあと20年だわ。20年したら、うんおばあちゃんになるからさ、なんか心配。なんかおばあちゃんがママとパパだったらちょっと嫌だ。あ、そっかそっか。その頃にはあまちゃんも大人ですよ。えその頃にはあまちゃん何歳だと思う？その頃。あと20年後だよ。今の年齢に20足してから。26？ 26歳。大人じゃん。だから大丈夫でしょ。じゃあその頃にはあれもおじいちゃんになってね。あ、そうだね。なってね。 20年後か。40歳じゃあママの年齢になるね。本当だね。びっくりだね。なんか不思議。よし、お風呂入るぞ。最高。最高、気持ちいいね。お風呂さん、ありがとう、毎日。96 97 98 99 はい、お風呂から上がったら即パックです。で、パックはね、こちらのルルルーンを使ってます。で、このルルルーンのパックはこの肌の出る面積が少ないのがいいですね。はい、そしてパックをし終わったらこちらの美容液を塗りまして、その後にこちらのユースのアイクリームを塗りまして、で最後にこちらの同じくユースの、デイナイトクリームを塗って夜のスキンケアは完成です。今ご紹介した3点は全てアイハーブで購入しました。はい、お風呂に入ってメイクも落としてスキンケアもしてきました。
私は最近インスタグラムのサブスクリプションでメンタルの整え方とかいろいろなことをお話してるんですけど、娘は出産後に眠れない日々が続いてた時に、やっぱり眠れないとメンタルがねすごく不安定になってしまって、イライラしたりとかね良くないなって思うような日々が続いてたんですけど、娘が大きくなるにつれて睡眠時間も確保できるようになったらね、精神的にもまた安定してきて、そしたらお肌や髪や肉体の状態もねすごく良くなってきて、やっぱり睡眠ってすごく大事なんだなってことをね痛感したんですよ。でそんな経験からメンタルを整える上でも美容にでもね睡眠ってすごく大事なんだなっていうことを痛感しまして、でそこから、今では睡眠美容をねとても意識するようになりました。でそこでまず取り入れたのが質の良いパジャマで、愛用しているパジャマについてもよくご質問いただくんですけども、今着てるねこのシルク 100% のリリーシルクのパジャマを今愛用してるんですけど、もうこれが本当にすごくいいです。人のね一生のうちで3分の1が睡眠時間って言われてるじゃないですか。でそれでも私も睡眠の質を高めるためにねいろんなパジャマを試してみたんですけど、オーガニックコットンとかいろんな素材を試した中でやっぱりねシルクがね一番良かったんですね。でシルクって夏は涼しくて冬は暖かくって、でとっても滑らかで肌触りがもうすごく良くて、あと保湿力が抜群なので乾燥しやすいねこの時期は特に重宝してます。であと静電気が起きにくいっていうのも特徴ですね。もうなんか着てるだけでね幸福感に包まれるような感じがするんですけど、で体に身につけるパジャマももちろんなんですけど、こちらの枕カバー、そしてあとナイトキャップ、そしてあとこのアイマスクもねセットで愛用してます。でこの寝る用グッズすべてシルクで揃えるようになってからもうびっくりするぐらいよく眠れるようになったんですよ。でやっぱりね肌から感じる感覚ってとっても大事で、もうこうやって使いながら気持ちいいって思いながら幸せな気持ちに包まれて一番リラックスした状態で眠りにつけるようになりました。はい、このシルクのナイトキャップ、こうやってね髪を全部すっぽり入れてつけて寝てるんですけど、秋冬って抜け毛とか切れ毛が多くなる時期だそうなんですよ。美容師さんに聞いたんですけど、このシルクのナイトキャップを使うようになってから、抜け毛切れ毛がもう全然気にならなくなって、しかもね髪の毛がねツヤッツヤになるんですよ。なので私みたいなロングヘアの方とか特におすすめだなって思うんですけど、でそんな今お気に入りでたくさん愛用しているリリーシルクさんの商品なんですけど、今回特別にお得になるクーポンがあるそうなので、概要欄の方に記載しますのでよかったらお使いください。ではこれから娘に絵本を読んで寝かしつけをしたいと思います。やがてマリーはお母さんになり、家族と一緒にとても大きな家に住みました。こっちの方がさっきのよりも大大きいね。ママこの家すごく好き。きい。ママとこの家に住みたい。住みたいね。こういう家に住もう。ネズミもお母さんになりました。家族と一緒にとても大きな家の隅にある小さな家に住みましたが、誰の家だかわかりますね。そしてマリアは大きなひそひそ声でネズネズに言いました。ネズネズも大きなひそひそ声でマリアに言いました。おやすみなさい。